皆さんこんにちは。Japanese Podcast with 花へお越しくださりありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強中の方へ向けたポッドキャストで、日本の文化やニュース、また私の個人的な体験だったり経験など、様々なことを日本語でお送りしています。皆さん元気にお過ごしでしょうか？このポッドキャストでは特に話すスピードや使う単語のレベルは考えずにいつも話しています。なので日本語初心者の方は聞き取りが難しいと感じる方も多いかと思います。なので今回のエピソードは日本語初級中級者向けのエピソードになります。できるだけゆっくり話して簡単な単語を使って話していこうと思います。いつも話すスピード速すぎだよって思っている方、単語難しいなと思っている方はこのエピソードをまず聞いて耳を鳴らしてもらえればなと思います。普段のスピードで慣れている方は 1.5 倍速などにして動画のスピードを速めて聞いてみてください。今回は私のデイリールーティーンについてお話しします。私のデイリールーティーンを話すことで皆さんも今すぐ使える単語やフレーズが学べると思います。なので、私のデイリールーティンを聞きつつも、皆さんのデイリールーティンを日本語で考えて話す練習をしてみてください。ではまずは朝のルーティンからです。私はだいたい毎朝7時に起きます。本当はもう少し早く起きたいです。6時ぐらいに起きるのが今後の目標ですが、最近はずっと毎朝7時に起きています。朝起きたら、まずはトイレに行きます。その後に顔を洗います。ポンプタイプの泡が出てくる洗顔を使っています。軽く15秒ぐらいだけ洗います。そして水で泡を洗い流します。生え際や耳のあたりに泡が残らないように気をつけています。洗顔が終わったら次はスキンケアです。私は肌がすごく荒れやすく弱くてニキビもできやすいです。なのでスキンケアはできるだけシンプルにしています。いろんな美容液などはあまり使いません。私はキュレルのスプレータイプの化粧水、これを使っています。スプレータイプの化粧水を顔に吹きかけます。一度手で押さえてなじませてからもう一度スプレーをします。その後はクリームを塗ります。メイクをする前はトナーパッドを使う日もあります。ですが毎日は使いません。肌が荒れているとき、ニキビがたくさんできているときは、病院でもらった薬やジェルなどを塗ります。これで朝のスキンケアは終わりです。次に水を飲みます。皆さんは水をたくさん飲む方ですか？私は水をたくさん飲む方だと思います。毎日2リットルぐらい飲みます。朝は水を少し温めてぬるま湯を飲みます。お湯を飲む方が朝の体にはちょうどいいなと思っています。なので毎朝お湯を飲みます。真夏の暑い時には水を飲みます。最近少し風邪をひいていました。なのでここ1週間ぐらいは
毎朝生姜湯を飲んでいます。これを飲んだら体がポカポカします。水分補給をした後はストレッチです。毎朝軽いストレッチをします。朝5分から10分ほどストレッチをします。時間がある日は YouTube の動画を見ながら15分から20分ほど運動をします。その後、ストレッチが終わったら着替えます。私は家で仕事をしていますが、毎日服を着替えます。パジャマでは過ごさないようにしています。パジャマから着替えると、一日の始まりな気がしてスイッチが入ります。なので、一日中家にいるとしても、毎朝パジャマから違う服に着替えます。着替えた後はコーヒーを作ります。私はコーヒーが大好きなので、毎朝コーヒーを飲みます。深入りや中入りの苦いコーヒーが好きです。酸味が強いコーヒーや浅入りのコーヒーはあまり好きではありません。冬はホットコーヒーを飲みます。でも最近は暑くなってきたので、アイスコーヒーも飲みます。コーヒーに砂糖は入れません。ミルクは入れたり入れなかったりします。ミルクは普通のミルク、牛乳を飲みます。豆乳もたまに飲みます。ですが、アーモンドミルクや他のミルクは飲みません。私はコーヒーの匂いが好きです。とてもいい匂いで、それだけで毎日テンションが上がります。一日の気分を上げるためにコーヒーは欠かせないものです。コーヒーの準備ができたら机に座ってパソコンを開けます。時間があるとき、早く起きたときは韓国語の勉強をしたりします。英語やスペイン語もたまに勉強します。なので朝、お仕事を始める前は語学学習の時間です。日によって時間は違いますが、毎日30分ぐらいは勉強するようにしています。その後はお仕事を始めます。日によってやることが違います。朝はだいたい4時間ぐらい働きます。そしてその後はお昼ご飯です。朝ごはんは食べない日が多いので、お昼ご飯が1食目になります。お昼ご飯は基本的にサラダとご飯を食べます。サラダはレタス、鶏のささみ、目玉焼き、キムチ、ブロッコリーなどをよく乗せます。サラダの内容はその日、冷蔵庫にある野菜によって変わります。基本的には野菜とタンパク質があるように意識して作ります。そこにご飯を追加します。白ご飯、玄米、16穀米のこのどれかを食べます。基本的には日替わりで毎日違うご飯を食べています。そしてお昼ご飯を食べながらいつもアニメを見たり韓国ドラマを見たりします。この時間が私は好きです。リラックスしながら少しエネルギーをチャージしてお昼また仕事ができるようにしています。お昼ご飯を食べた後はもう一度コーヒーを作ります。朝と昼違うコーヒーを飲むようにしています。毎日2種類の違うコーヒーを楽しんでいます。お昼ご飯の後はどうしても眠たくなるので、少しだけ体を動かすようにしています。すぐお皿洗いをしたり、机や床を少し掃除したりします。また5分ほどの散歩に出かける時もあります。その後はまたお仕事を始めます。そして夕方6時ぐらいに一度仕事を終えます。その後は運動をします。運動は週に4回から5回ほどします。30分ぐらいする日もあれば、
1時間ぐらいする日もあります。30分間散歩をする日もあれば、YouTube の動画を見ながらお家で運動する日もあります。運動をした後はシャワーをします。シャワーが終わったら夜のスキンケアです。夜のスキンケアは朝よりも少しだけ丁寧に行います。まずは化粧水を塗ります。その後に乳液を塗ります。そしてその後にクリームを塗ります。基本的にはこの3ステップです。ですが、週に3回ほどパックをします。顔にシートマスクを置いて15分ほど待ちます。これをすると肌がもちもちになるので、次の日予定があったり、今日は疲れた、何か癒しが欲しいみたいな日にはパックをします。基本的には3ステップですが、たまに違うものを取り入れたりもしています。あと、顔が荒れているとき、ニキビがあるときなどは薬を塗ったりもしています。スキンケアが終わったら次は晩ご飯です。夜ご飯は日によって全然違います。何かを作る日もあれば、冷凍のものをチンしてそのまま食べるという日もあります。なので日によってバラバラです。夜ご飯を食べ終わった後は、もう少しだけ何か作業をします。夜は基本的にはポッドキャストに関することをしています。何かアイデアを書き出したり、インスタグラムの投稿を作ったり、いろいろしています。夜は2時間ほど作業をして終わります。その後は寝るまで11時や12時頃まではスマホで YouTube を見たり韓国ドラマを見たりしています。最近は韓国ドラマを見ることが多いです。そして毎日12時よりも早く寝るように心がけています。私は睡眠時間を削ってしまうと次の日もう何もできなくなってしまうので、できるだけ長く寝るように心がけています。これが私のデイリールーティーンです。今回は私のデイリールーティンについてお話ししました。いつもよりもだいぶゆっくり、本当に丁寧にお話ししてみました。いつものスタイルの方が好きと思った方もいるかもしれませんが、まだ日本語初心者という方はこれをたくさん聞いて練習して、私の普段のスピードについてこれるように頑張ってみてもらえたらなと思います。この話すスピードでも速すぎるだったり、または遅すぎるという方は、自分で速度を調節しながら聞いてみてください。また、聞くだけではなく、一緒に発音を練習したり、自分のデイリールーティンを日本語で考えながら聞いてみてください。私の一日は特に何か豪華なものがあるとか、そういったわけではないですが、毎日地道な感じで生活しています。旅行に行くのが好きなので、普段はあまりお金を使わないように生活しています。でも旅行に行くと結構お金を使ってしまいます。毎日毎日同じ生活というわけではないですが、大体はこんな感じの生活を送っています。皆さんのデイリールーティン、毎日絶対していることなどありますか？何かやっていてよかったルーティン、習慣などがありましたら、ぜひコメントで教えてください。今回はここまでになります。最後まで聞いてくださりありがとうございました。ではまた次回のエピソードでお会いしましょう。それでは。